皆さん、おはようございます。今日は城崎温泉から鳥取まで観光列車雨土に乗車いたします。大阪から城崎温泉に行くのはどの列車を使うの？通常、福知山線経由の特急こうのとりを使うのですが、姫路周りの明石海峡大橋を見れる特急浜風で行くことにします。さあ、大阪駅に入りましょう。朝から何も食べてなかったので、おにぎり買っていくね。城崎温泉の表示があるよ。ここからホームに上がったらいいのかな？そうだね。3番ホームから出発するから合っているよ。7時48分、特急浜風1号と表示されています。これに乗車だね。7時43分に大阪駅に入線してきました。始発駅なので5分前に乗車できるのは嬉しい。ステンレスの車体に茜色の帯が入って美しいです。5分あるので浜風さんの全面を撮影しましたが、特徴のない無表情の顔が何か物足りない。車内はガラガラで早起きした私がゆっくり眠るには最適な空間かも。せっかく乗車するのに寝ちゃうなんてもったいないよ。それはそうなんだけど、眠さには勝てません。特急浜風1号出発進行。大阪駅を7時48分に出発し、目的地の城崎温泉まで3時間、列車を楽しもうね。私鉄のような普通に乗車できる特急と違って、やっぱり JR の特急は違うね。そうだよね。私もそう思う。特急飛騨が奥にいるよ。近いうちに乗るぞ。飛騨高山まで走ってる新型列車ですよね。私も乗車したい。車掌さんが切符の拝見に来たよ。見てみて、海だよ。須磨駅を越えると海沿いを走るんだよね。青空と海はいいな。今度は明石海峡大橋が見えてきたね。最近フェリーで見ることが多かったけど、列車から見るのもいいな。天気もいいからはっきりと橋が見える。列車から見るのもやっぱりいいよね。少し高台になっているから、この場所から見る明石海峡大橋はとても綺麗。市川橋梁を渡るともう姫路駅。姫路から大阪に向かう上りは有名な撮影地ですよね。姫路駅から万丹線に入るため、進行方向が反対になるので、座席を回転させる必要があります。自分で回すのですよ。お忘れなく。神戸線からさよならです。これから万丹線に入ります。姫路駅を出発すると姫路城が見えてきます。車内放送でも紹介してくれます。丸山川が線路近くに見えてきたら、間もなく城崎温泉駅です。3時間近くかかっちゃいましたが、車内は空いていてとても快適でした。ほんと快適だったよ。特急浜風の座席はA席がいいと思いますが、浜風1号の場合、日差しが当たりますので注意が必要です。城崎温泉駅で下車したら、今日乗車する雨土号が終着駅でもある城崎温泉駅へ入線してきたところでした。あれに乗車するの？とても綺麗な色をした列車だね。乗車できるのが楽しみ。そうそう、あれに乗車するんですよ。ありがとう。特急浜風さん、またね。今度は途中で降りずに終着の鳥取駅まで行きたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。
ありがとうございました。またね。さっき入線してきた雨土号を見に2番ホームへやってきました。うわぁ、とても綺麗な車体だね。前の方まで見てみない？このまま先頭まで見てみましょう。雨土は2018年にデビュー。元は国鉄のキハ47で、これを改造してキロ47になったんです。キロのロはグリーン車を表しているんですよ。塗装の上側が山陰の美しい空と海をイメージした紺碧色、そして下側は日本刀をイメージしたグレーとシルバーで塗装が施されています。てっきり下側は山並みかと思ってたけど、日本刀だったんだ。私も山並みだと思っていました。通常雨土号は鳥取から出雲市を結ぶ臨時快速なんだけど、この日は鳥取から城崎温泉を運行されている特別な日なんです。城崎温泉駅の改札口に水風の専用口が設けられていました。一度はくぐってみたいね。城崎温泉駅から5分ほど駅通りを歩くと大谷川が見えてきます。この大谷川沿いが城崎温泉のメイン通りとなります。城崎温泉のパンフレットとかでよく見る景色ですね。日本一浴衣姿が似合う場所でもあるんですよ。城崎温泉駅を出て駅前通りをまっすぐ進むと正面に現れるのが外湯の一つ、地獄湯です。今日は過ぎてほとんど人がいないですね。雨土の出発まで1時間ほどあるので温泉にでも入ろうと思ってましたが、入ってすぐ飛び出て出ると余計に暑くなりそうだったのでやめておきました。こじんまりとしている柳湯ですが、木の温かみあふれる空間で私好みです。一の湯は歌舞伎座を連想させる建物が素敵なところで、洞窟風呂があるところです。城崎温泉ではランドマーク的存在でもあります。城崎温泉駅に戻ってきました。現在改修工事のためブルーシートで覆われています。この駅構内の出入り口の木製看板、なんか渋いと思いませんか？駅の電光掲示板には12時27分発、鳥取行き、快速雨土と表示されていました。奥のホームにたらこさんがいるではないですか。この地域では国鉄から走ってるキハ47が現役で走っているのです。たらこさんとは、首都圏色という名前が正式なのですが、てっちゃんはたらこと呼んでいます。跨線橋から雨土を撮影してみました。屋根も車体と同じく青に塗られていました。俯瞰で見る丸山川と城崎温泉駅もなんかいい感じ。雨土には12時10分頃から乗車できます。再度雨土の車体を撮影してみましょう。車両の前面、側面に取り付けられているエンブレムは太陽、神々、白ウサギなどがモチーフになっているそうですよ。白ウサギは左下にポツンといました。紺碧色がとても美しいです。紺碧色とは真夏の日差しの強い青空の色のような深く濃い青色だそうです。私はこの国鉄から頑張っている気動車さんが好きなので、1両でもリメイクし、これからも走り続けてほしいです。1号車から車内を紹介したいと思います。さすがグリーン車だけあって、この贅沢な座席配列、右側が海側で、左側は海側を見やすいように一段高い位置に座席が設けられています。カウンターの座席間隔も広くていい感じです。カウンターを少し見てみましょう。座席は2つで1セットのような感じで、2人で乗車するのを前提で配置されています。こちらは4人用の座席です。家族や仲間たちと乗車するにはいい座席です。
向かい合わせの2人用の座席です。シートは少し硬い感じがします。洗面器には鳥取県岩美郡岩美町の岩井釜が使われています。詳しくはわからないですが、鳥取の工芸品みたいです。1号車にはトイレが2つついています。バリアフリートイレと普通のトイレです。とても清潔に保たれています。2号車に行ってみましょう。2の上にウサギ、下にはサメが入っています。サメ、何か関係しているのかわかりませんが、可愛いです。立って飲み物やお食事ができるようにカウンターがついています。向かいには車内販売のコーナーがありました。山陰の名酒の紹介がされていましたが、私はお酒が飲めないので全く説明がわからないですけどね。小さいボトルが4本入ってるお酒セット、ハイボール、松江ビアヘルンという地ビールもありました。豆土グッズも販売されていました。私はゆずっこドリンクを購入しました。贅沢20世紀梨ジュースが美味しそうだったけど値段にびっくり。豆土のどら焼きも一つ買いました。賞味期限間近のため安く買うことができてよかったです。2号車の座席も1号車と同じような座席配置でした。12時27分、快速雨土が城崎温泉駅を出発です。駅員さん、浴衣女子さん、子供たち、お見送りありがとうございます。行ってきます。今日はとても天気がいいので綺麗な景色が見れそう。楽しみです。城崎温泉の柳並木と大谷川の雰囲気がとても良かったよ。先ほど買ってきたゆずっこと雨土のどら焼きを撮影してみました。ゆずっこ、どら焼きとも美味しかったです。これが今回乗車した雨土の指定券です。城崎温泉から鳥取までは2340円でした。竹の駅を過ぎると車窓に美しい日本海が現れます。快晴に青い海が最高。アテンダントさんから神話にちなんだ神様のおみくじをいただきました。内容は秘密です。今通過している柴山駅は桜がとても綺麗な駅で、シーズンになるとカメラマンがいっぱいになる駅です。前もって予約していたお弁当、雨土特製御膳をアテンダントさんが座席まで持ってきてくれました。さあ、食べようかな。いただきます。ちょっと待って、もうすぐ余部駅なのでそれまで我慢してよ。仕方がないな。通過している霞駅は霞ガニで有名なところで、ホームにはカニのオブジェが飾られています。列車が急ブレーキで停車。これでは余部駅での停車時間が減ってしまうよ。発車まで7分もかかったよ。余部駅での停車時間のしわ寄せが来るね。霞駅を越えて少し行くと矢田川を渡ります。この後3つのトンネルをくぐると国の天然記念物の鎧の袖が見えてきます。岬の先に武者の鎧のような断崖絶壁が見えます。あれが国の天然記念物の鎧の袖です。鎧駅は
2001年に青春18切符のポスターに選ばれたことのある駅で、海を見下ろす駅としても人気が高く、ドラマのロケ地として使われたこともあるそうです。この景色を見るとポスターやロケ地に選ばれる理由がわかります。エメラルドグリーンの海がほんと綺麗でした。鎧駅を越え、そして次はあの余部橋梁ですよ。高さ40メートルもある橋です。鉄橋からコンクリート製の橋になったのは残念ですが、それでも素晴らしい景色なんです。出口が見えてきましたと思いきやまだでした。次のトンネルの出口を出るときっと余部橋梁ですよ。トンネルを抜けると橋の前に S 字カーブ、そして余部橋梁です。高い、あんな下に海が見えてるよ。これは感動です。すごい景色だね。こんな快晴の日に来ることができてほんとよかった。けどさっきの急ブレーキで停車した7分のしわ寄せが来て、余部駅での停車時間が11分から4分になるなんて、プンプン。残念。けど安全のために停車したんだから仕方がないよ。だからプンプンしないで4分間余部駅で楽しみましょう。余部駅を見に行ってみますか？早く行きましょう。無人駅なのにこの人の多さは何？余部橋梁の下に道の駅ができていて、車も止めれるから観光客が余計に多いんでしょうね。旧橋梁だった頃は列車はこちらの線路を走っていたんです。今列車が止まっているのは新たに設けた線路なのです。旧橋梁に並行して建設されたため、トンネルのある鎧駅側は橋が S 字になっているんです。停車時間が短いので、遊歩道の前方にある余部クリスタルタワーという全面ガラス張りのエレベーターまで急いで出演したいと思います。40メートルから見る海の景色がすごいね。これはまたゆっくり来たいと思いました。余部クリスタルタワーのエレベーター前に到着です。乗って海の景色が見てみたかったけど、時間が迫っているので仕方がないです。ここで旧橋梁が切れているね。ゆっくり見たかったけど、急いで戻らないと乗り遅れちゃうね。これは急がないとやばそう。なんとか間に合ってよかった。絶対また余部橋梁に来ようね。それまでまたね、余部駅。それでは待ちに待ったランチタイムです。安倍鳥取堂の名物、元祖カニ寿司が入ったアメ土特製御膳をいただきます。この弁当、やばいぐらい美味しかったです。2100円と少し高めな設定ですが、この味なら満足でした。ほんと美味しかったよね。駅弁はみんなよく似た味付けだけど、これは違ったね。満足。列車は余部駅の40メートルの標高から浜坂駅まで下り勾配が続きます。なぜ余部鉄橋がそんなに高いところに作ったのと疑問に思うよね。昔は今のようにトンネルの掘削技術がなく、なるべくトンネルの距離を短くするために標高の高いルートが選ばれたそうです。よく調べたね。そういう理由があったんだ。勉強になりました。浜坂駅に着いたので降りてみましたが、すぐに出発しますよと止められました。目の前にタラコさんがいたので撮影したいと思ったのに残念。
今度タラコさんに乗車しに来るぞと思いながら仕方なく車内から出演しました。浜坂駅は特急浜風の全列車が停車する駅でもあり、湯村温泉への鉄道の玄関口でもあります。カニのシーズンになると特急カニカニ浜風が浜坂駅まで運転されます。飯組駅を通過しています。駅舎は明治44年に建てられた瓦葺き屋根の立派な駅舎でしたが、2019年にプレハブのような小さな駅になってしまいました。こういう駅は残してほしかったな。天井の赤色と緑色の印集和紙を使った照明がトンネルに入った時とても綺麗なんです。鳥取駅の手前の停車駅岩見駅を出発し、少しすると開けた場所に田んぼ、そして山の景色が綺麗な場所に出ます。都会では味わえない景色です。緑の絨毯が引かれているような感じとこの青空がマッチしてとても綺麗です。アテンダントさんから乗車記念としてこのお箸をいただきました。良い思い出になります。ありがとうございました。今まで走ってきたのどかな景色から都会の景色にいきなり変わったような気がします。鳥取の方には悪いけど、こんな都会とは思わなかったです。もう終着駅の鳥取だよ。2時間の雨土の列車の旅、あっという間に終わったような気がします。もっと乗車しておきたかったです。また雨土号に乗車しに行きたいと思います。今日はありがとう。雨土号、またね。快速雨土またね。ありがとうございました。鳥取サンドがいるではないですか。ポケモンのラッピングがされた列車に出会えるなんて嬉しい。そんな珍しい車両なの？鳥取サンドは1編成だけだからね。今回の動画はこれでおしまいです。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。鳥取駅前の百貨店の地下にピアノがありました。下手くそな演奏だけど少しだけ聞いてね。また次の動画でお会いしましょう。